What's up everyone? This is Ko. どうもこうです。本日はチャンネル登録者1000人になるまでにやったことという動画をお伝えします。皆さん、この YouTube を見られているということは、多かれ少なかれ YouTube のことを、知っていると思うんですけど、チャンネル登録者数が1000人になるといわゆる収益化の一つの条件を満たすことになります。僕の YouTube の知り合いとか、友達でも、チャンネル登録者数を1000人にするところまでかなり、苦戦していて、辛いですとか、どうやってやったらいいんですかとかお話しいただくんですけども、今回は、実際にこの動画を通じて僕がやったことをお伝えしたら、いいかなと思って動画を作っています。前提ですが、僕の動画は、最初は Vlog とか、外国の人に向けて日本人の目線で英語で日本のことをお伝えするみたいな動画だったんですけど、もちろん僕のモチベーションも上がることもなく、チャンネルが全然伸びなかったです。実際皆さんと同じような悩みを、抱えていた中で、今僕はドイツに、引っ越して住んでるんですけども、ドイツのことを、日本に住んでる方とか日本人がドイツで面白おかしく過ごしている様子をドイツの方にお伝えしたりとか、そういったコンテンツをやってるのは自分の中でものすごく楽しくて、やってて楽しいことと、実際見たいものがリンクしてきたなという感覚があります。そこに至るまでにじゃあ実際どんなことを Tips としてやってきたのか、それについてお話ししていきたいと思います。はい、というわけでじゃあ早速やっていきましょう。はい、というわけでなんですけど、今日はいろんな Tips を話す上で、話し漏れがないようにメモを取ったので、そちらのメモを見ながら話していけたらなと思っています。チャンネル登録者数増やしていくまでに、僕が一番最初にやったことは、友達にお願いするというところです。この動画見てくださってる、実の友人の方も、心当たりがあると思うんですけど、YouTube がっつりやってみたいなと思った時に、最初に LINE とか Twitter とか僕のつながりに、こういうのやってみてるんだけど面白いかなとかどうかなみたいなところを最初 LINE とかメッセージを通じて、連絡してみました。これやった背景なんですけど、いきなり YouTube に上げてももちろん見に行く確率は低いですし、個人的にいろんなアプリとかが伸びる様子とか本とかでも読んでたんですけど、やっぱ友人に、お願いして、触ってみてもらって、そのアプリの良し悪しみたいなところを聞いていくっていうのが、常套手段でよくあるんで、YouTube も一緒だろうというところで、実際僕が作ってみたコンテンツとかの感想を聞いたりとかしてました。当初初めは外国人に向けた、日本のコンテンツをお送りしてたのもあって、僕が海外に住んでた時の友達とかを中心に連絡取ったりとかして、反応を見てたんですけど、思った通りなんかこう外国の方からは楽しんでもらいました。一方で日本人の友達とかにもたまに飲み会とか行った時にいじられるようになってきた時にあれですね、全然何言ってるかわからないとかコンテンツとしてどうなんみたいなことを言われたので、やっぱりなんかその見てる人の着眼点って全然違うなと思ったのが最初の頃ですね。なのでチャンネル登録者数1000人までにまず、だいたい100人ぐらいまでかなは、友人にひたすら連絡して、登録してもらったりとか、視聴してもらったりみたいなところから始まりました。でですね、次に僕がやったのが、Facebook とか Twitter、Instagram といった、既存の別の SNS で宣伝するということをやりました。で、今はちょうど TikTok をまた新しく始めてみたんですけど、TikTok とかも、とっても効果的だと思ってます。でその時に結構意識しておくといいかなと思うのが、動画の内容を宣伝しやすいものにするといいかなと思ってます。イメージとしてはハッシュタグがつきやすいような動画の内容がいいと思います。僕の場合だとドイツ留学、海外留学、海外生活みたいなハッシュタグが毎回つけれるような動画を意識的に作ったりとかしてたんですけど、1000人になるまではそういったところで自分の動画のハッシュタグつけるなら何だろう、一言で言うなら何だろうみたいなところが決まってから動画を作成するとものすごく他のところで宣伝しやすいかなと思うので、Facebook、Twitter、Instagram、TikTok で宣伝するときに一言書くのは何だろうと思いながら動画を制作するのは一個
いいかなと思います。じゃあ具体的に Facebook とかどこで宣伝したらいいんですかっていうと質問がよくあるんですけど、コミュニティがおすすめです。僕の場合だと、ドイツ在住者が入っている Facebook のコミュニティとか、あとは海外好きな人とか、海外旅行好き、あとはですね、そうだな、どこだろう、ノマドの方とか、はい、あるんですけど、そこに向けてドイツの例えば最近出した動画だと、ドイツの旅行すべきところ何選みたいなとか、ああいった僕の2番目かな、今のところ伸びてるドイツのYouTuber マキシーさんと撮影したやつなんですけど、あんな感じで動画を撮ってました。あとごめんなさい、ああいうやつを、そういうコミュニティで宣伝してました。なので自分が作った動画とマッチするコミュニティを見つけて、そこに動画を、貼る。それが、かなり動画の、見られる確率は上がるかなと思います。実際、僕が1000人行くまでにそこを活用してた時はかなり流入が Facebook からが多くて、おそらくそのコミュニティと出してた動画のマッチ度が高かったから見てくれてたのかなと今も思ってます。で今ちょろっと出たんですけど、3つ目が、コラボ動画を出すというところですね。YouTube のもうすでに動画をこういう動画を作りましょうみたいなあるんですけど、How to みたいなところが公式から出てるんですけど、コラボを活性化させましょうみたいなところを、チャンネルの登録増加の上で、よく言われます。これもう言わずもがな僕その効果はすごい感じていて、マキシーさんとかカナミさんとかトーリーさんとかさまざまな YouTuber の方とコラボ P さんとかさせていただいたんですけど、マサさんとかもどこのチャンネルで宣伝してもやっぱり2人か3人はその動画の、公開後にチャンネル登録してくださる方がいました。当時は。今でこそ抱えている視聴者の方が、多分層が似てきているのでコラボしてもそんなに効果はないんですけど、当時は僕がお話ししていた視聴者の方とそのマサさんとかカナミさんとかそれぞれ話している人たちが違ったおかげで、やっぱ相互に関わって話すと、お互いが、見てくださっている視聴者の方に興味持ってもらって登録していただくという、すごく好循環が生まれてたのがコラボ配信です。で余談ですけど、今トリーさんがチャンネル登録者数1000人を目指しているというところで、今度、最近できた、コラボライブ配信みたいなのを一緒にやってみようっていうのを、話していて、ぜひぜひそちらも、ご覧にいただけたらなと思ってます。今月の、終わりの方でやる予定なので、また日付決まったら宣伝させていただきます。はい、というわけでコラボ配信かなり重要かなと思ってます。で、最後にですね、How to なのかなってちょっと微妙なんですけど、僕の中で1000に行った要因の一つがいろんなところでの講演はでかかったかなと思ってます。特にですね、ドイツの、学術的なサポートをものすごくしている、DearDay さんという組織があるんですけども、そことですねインスタライブでコラボでお話しさせていただいて、ドイツの博士課程の生活とかこういうところがメリットですよ、例えば給与をいただけるとことか、ビザがブルーカードをいただけるケースがあったりとか、そういった話をさせていただいたんですけど、そのライブ配信の後にやっぱり YouTube 見に来てくださる方も多くて、だろうなと思ったのが、やっぱりそのしっかりとしたグループの人たちからライブのお願いをされている人として僕はその当時見ていただけたのかなと。その後の DM とかも Twitter とかも来てて、質問の内容とかもすごくしっかりした質問が多かったので、やっぱそういう講演ってでかかったなと
思ってます。他にも僕が関わっている飛び立てっていう留学の関連の組織もあるんですけど、そこも関係してるようなイベントで話した時に、やっぱり留学への感度が高い学生の方とかから興味を持っていただいて、そのまま YouTube も見て参考になる動画があれば登録してくれるという感じでした。なのでいろんなところで招待講演したりとかするのはすごく大事かなと思ってます。 YouTube の人同士でコラボ配信するのも大事だし、そうじゃない外部の理想は、本当に素敵な組織というか公式でいろいろなことをやられている、行政とかも絡んだような組織とやれたら、ものすごくいいかなと思っているので、そのあたり、良かったなと思ってます。じゃあ次は、もし今からチャンネル登録者数ゼロの、チャンネルを作った時にどういうふうなことを意識してやっていくかみたいな話をしていきます。はい、というわけで、もしこれからゼロ戦を目指していく、時にどういうことを意識していくかみたいな話をしていきます。もう端的に言いますとショート動画に集中したいなと思ってます。もう昨今皆さんも感じてると思うんですけど、YouTube はかなりショートに力を入れている感じがします。アルゴリズム的にも視聴回数がショートの方が伸びやすいような設計になってますし、実際ショート経由でのチャンネル登録者数が僕の今の最近の動画では多くなっているというところから、この経験をもとにショートを意識して作っていくのかなと思ってます。でショートのメリットがさっきの当時言った Twitter、Instagram、Facebook みたいな話あったんですけどとかなり相性が良くてですね、投稿したそのショートの YouTube の動画を再度 TikTok で上げたりとか、そういった使い回しがすごく効くので、お互いにサイクルが生まれやすいという、いいメリットがあります。なのでその辺はすごくいいなと思ってますね。なのでショート動画意識して撮るっていうのがあります。あとですね、新規の方見やすいような設計になってまして、具体的には YouTube のショートは上にスクロールすると次の動画に行くと思うんですけど、そういった感じで、たまたま開かれた動画とかはショートの場合だとかなりあるんですね。なので自分の動画が急に他の人の誰かに引っかかるような確率が高くなるので、ショート動画はかなりいいかなと思ってます。あとですね、もう一個は毎日投稿するためにチャンネルを作成してからごめんなさい、チャンネルを作成する前に1ヶ月分のストックを作っておくというところですね。チャンネルを作ります、ストックした1ヶ月分の動画を予約投稿します。自分がおそらくこの時間がよく見てくださるだろうなっていうその層が起きてる時間で、なるべくYouTube を見ていそうな時間に予約投稿して1ヶ月間毎日投稿されるような準備をして臨むかなと思います。これは理由はですね、僕の YouTube 見てるとやっぱり最新の動画見て過去の動画見るっていうサイクルが生まれるんですね。でその上で例えば最新の動画1本しか出てないと次の動画見たくてもないんですね。だから次どこ行けばいいのっていう風な動線が、はっきりしないというところがあります。なので1ヶ月間連続で投稿すると最低でも30本ぐらい動画が上がるので、最後の30本目見た人が確率としてはあと29本見てくれたりするっていうのがあります。なのでなるべく間隔を空けないで動画は最新のものを作っていけたらなと思うので、もし僕が次やるんであればコンテンツはしっかり決めた上で、30本ぐらいはすぐ用意できると思うので30本用意して動画に臨むという感じです。すぐっていうのはあくまで僕がこの動画編集とかの流れを一式、約2年ぐらいですねやり終えたから言えるんですけど、その辺はまた得意な人とかに手伝ってもらったりとかしてやってみるといいと思います。はい、というわけでいっぱい喋って息が切れてきたんですけど、今日はチャンネル登録者数1000人になるまでのやったことをお話しました。もしねこの動画が面白かったなっていう方は改めてこの動画に高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。またですね1000人行くまでに困っていることあったらぜひぜひ相談もしてください。はい、ではこれで、動画終わります。もうすぐメモリーカード切れそう。
では次の動画でまた会いましょう。さようなら。